早く開封したくてたまらないぐらい、考えるだけでもニヤニヤしちゃうんですけれども、はい、こちらでございます。でこんな感じで開けていくと、今回1日で使った合計金額なんですけれども、税込み30万。ご視聴ありがとうございます。シーサーです。本日からチャンネル登録者100万人突破記念企画、100万円分で欲しかった文房具を買いまくる、これまでで最も壮大な企画がついに動き出します。まず最初に、前回の動画からかなり時間が空いてしまって本当に申し訳ございません。コメント欄でもまだかまだかとたくさんのお声いただいてて、本当にお待たせしました。本当はこの動画の前に100万円で何を買うのかっていうのを発表する動画を作る予定でした。撮影自体は終わってたんですが、編集をすると正直全くと言っていいほどやる気が起こらなくて、全然編集できなかったんですよね。だったらもう開けてしまおうということで、今回の動画からは100万円で実際に購入した文房具を一つずつね、皆さんにお披露目していく動画を作っていこうと思います。一気にね100万円分開封するっていうわけじゃなくて、何本かの動画に分けてね開封していこうと思います。早速このオレンジの紙袋を開封していきたいんですけれども、その前にですね、これも届いてからめちゃくちゃ時間が経ってしまいました。こちら YouTube さんから届いた金の盾を開封していく動画を先日撮りましたので、そちらをまずはご覧ください。はい、それでは開封をしていきましょう。うわ、緊張するな。さあ、真っ黒ですね。じゃーん。すげえ。目標達成です。一つのミッション、一つのチャンネル、そしてさらに大きな目標へ。この度チャンネル登録者数が100万人に達しました。おめでとうございます。最初の視聴者はほんの数人だったかもしれませんが、今ではあなたのメッセージ、情熱、創造性が世界中の人々に届いています。改めてマイルストーンの達成おめでとうございます。今後のさらなる活躍を心待ちにしております。前回の開封をするときに、新たな目標ができました。必ずシーサーチャンネルはチャンネル登録者数100万人を突破してみせます。念願の銀の盾が顔を出しました。こんなことを言っていたんですけれども、それから5年、ついに金の盾が届きました。ありがとうございます。1000万人になると、これダイヤモンドの盾っていうのがね、届くんですよね。次の目標が決まりました。このシーサー文房具チャンネルは登録者1000万人を突破してみせます。うわー、すごいな。で、ちょっと懸念していたのは、最近ね、あまりにも10万人とか100万人を突破する YouTuber さんが増えてきたっていうことで、こういった盾がどんどんコストカットされていて、どんどんね、ちっちゃくなってるんですよね。めっちゃ怖かったのは、この自分が持っている銀の盾よりもちっちゃくなっちゃうんじゃないかっていう、どうでしょうか。はい、結論として、サイズが全く一緒でございます。銀の盾よりちっちゃくなってなかった分ね、良かったなと思います。本当にね、皆さんが見ていただいて、こうやって手に入れることができたので、これからも頑張っていこうと思います。ではちょっと金の盾をね、早速飾っていこうと思います。はい、こんな感じですね。いや、かっこいいな。はい、それでは100万人記念すべき1個目を開封していこうと思います。何を買ったのかと言いますとですね、オレンジの紙袋。そうです。木軸ペンを代表する工房の一つ、工房節でございます。実は最近工房節の個展が新宿の方で行われておりました。1年を通して最も大きいイベントがこの新宿の個展なんですけれども、そこにお邪魔させていただいて、密かにずっと欲しいなと思っていたものを買いました。1個だけ購入したので、ちょっとそれを開封していこうかなというふうに思います。いやー、正直ね、めっちゃ楽しみです。本当にね、もうこれ早く開封したくてたまらないぐらい、考えるだけでもニヤニヤしちゃうんですけれども、このありのままの空気感をお届けしたいなと思うので、喋りながら今ね、撮影をしております。はい。では、買ったものなんですけど、やばい。1個だけ買ったつもりなのに、8個も買ってしまいました。はい、そんな感じで、こんなことになってしまいました。もともとはこちらの工房節のコンプロットっていう木でできたペンケースを目当てに買いに行ったんですけれども、ちょっとね、抑えきれなかったです。もう本当にダメでした。これが文房具好きの宿命かというところなんですけれども、今回の動画では、これらをね、全部開封して紹介していこうというふうに思います。それからまだありまして、これは個展で買ったものではないんですけれども、別のタイミングで実は3つもね、買っておりまして、これらもまた、後ほどね、紹介をしていこうかなというふうに思います。まずはですね、この個展で買ったものを1個ずつ見ていきます。ではまずはこれから開封していきましょうか。こちらですね。こちらは
は工房節の新ケースシングルかりん紅白でございます。買っちゃいました。いやもう本当に美しい。もともと工房節の新ケースはこちらのシングルのマーブルウッドとダブルのハカランダ、この2つで持っていたんですけれども、いやーこれもまた美しいな。すごい。こちらに使われている木はかりん紅白っていうね樹種なんですけれども、このかりんっていうのは東南アジアとかで採れる木なんですけれども、かりんの木の中でこう生息してる時にストレスとかがかかるとこんな感じのボコッとしたね単コブみたいなものが木にできるんですよね。でその単コブを削って作られたのがこのコブ木っていうものでして、このコブ木っていうのが、すごくこういう木軸ペン好きの間では好きな人が多くて、もう僕もねこのコブ木めちゃくちゃ好きなんですよね。繊維の方向がもうぐっちゃぐちゃで、この燃え盛る炎のようなもうすごいランダムで生命力を感じる宝石のような木目ですよね。こちらはかりん紅白となっていまして、この赤い部分とこの白田っていうこの2つの部分を両方見ることができるっていうところがすごいね見応えがあるなっていうふうに思います。僕が持ってるねこの工房節のペンシル節のかりん紅白と比べても、なんていうのかな、こっちのペンシル節の方はちょっと薄めな感じの落ち着いた感じの色味の赤色なんですけれども、今回買った新ケースはすごい鮮やかな赤なんですよね。あとねここのね色味がすごいいいなと思ったんですよね。なんかちょっとよく見るとエメラルドグリーンみたいな感じの色味が入ってるっていうか、でなんか少しだけ光沢感も感じるんですよね。なんかシルクでできたペルシャ絨毯みたいな感じの輝きで、なんかそういうところが本当にねこの新ケースは美しいなと思って買いました。自分が持ってるマーブルウッドと比べてもどっちも違う良さがありますよね。でこちら僕が作った自社ブランドシーサーのダイジェクトっていうね新ケースがあって、これ1本ずつこうやって振ると芯が出てくるっていう新ケースなんですけれども、ダイジェクトと比べると一回り太めな新ケースとなっています。これでも十分コンパクトな新ケースではあるんですけれども、このダクトペンケースのこの新ケースポケットのところにね、入れようとすると、本当にギリギリ入るかなっていうそんなサイズ感になってますね。入れてみるとこんな感じで、これもかっこいいですね。ただね結構太めなのでちょっと取り出すときはね引っかかりを感じるかなと思うので注意が必要かなと思います。はい、それでは続いてはこちら行きましょうか。工房節のペンシル節でございます。工房節といえばペンシル節っていうね、シャーペンのシリーズが一番有名で、今回ねこれを買いまくりました。その中のこの1本目なんですけれども、それがこちらでございます。工房節 0.5mm ペンシル節の欅の木でございます。はい、僕が本当に大好きな、欅という木を使った工房節のシャーペンですね。工房節といえば木目にめちゃくちゃこだわるブランドなので、こういったねカリンの木とかを使った、すごい変わった木目を取り揃えているので、あんまりね欅の木を使った工房節のペンってそんなに多くないんですけれども、今回ねちょっと木が入ったこういった欅が販売されていたので、買ってしまいました。ちょっとね見ていこうかなと思います。いやーめちゃくちゃいいな。僕ねもういろんな、変わった木とか触ってきたんですけれども、やっぱりなんだかんだ普段使いするってなると欅がね一番いいんですよね。これは僕が、10年前高校1年生の時に購入した野原工芸の欅のシャーペンなんですが、もうこのシャーペン大好きでもうめちゃくちゃ使いまくってこの色になりました。本当にね最初はもうなんならこの色よりも明るかったんじゃないかなっていうぐらいすごい明るい色味だったんですけれども、すごい色にね経年変化をしていくんですよね。普通に使ってても十分経年変化するんですけれども、なんかもっとね僕的に深みを出したいなと思って、こういった木工用蜜蝋オイルっていうのを買って、それをティッシュにつけて、でティッシュでこうやってさーって、拭いてあげることで、より僕の場合はね深みを出しております。僕の場合はお手入れするのが楽しくて結構やってる時もありますね。欅はやっぱり日本の木の中でもすごく有名で、耐久性もめちゃくちゃ高いということで、神社仏閣とかでも使われるような木となっています。ただの欅じゃなくて少しね木が入った欅ということで、玉木みたいなものが入っていて、水滴を落とした時の波打ったような木目も楽しむことができます。ただ玉木が入ってるだけじゃなくて、ちょっとしたね立体感もあるっていうことで、いやこの欅はすごい面白いなと思って今回購入しました。はい、続いて工房節3つ目はこちらでございます。工房節ペンシル節のマーブルウッドでございます。
はい、マーブルッドね、これ僕すごいこれ惹かれてね買っちゃったんですよね。工房節のマーブルッドは、実はねこれまでルーチェペンっていう、ボールペンのモデルで持ってたんですよね。しかも野原工芸の、ボールペンでもこのマーブルッドとして持っていたんですけれども、またまたマーブルッドを買ってしまいましたね。どうしてね今回このマーブルッドを買ったのかというと、これまた木目がめちゃくちゃ美しかったんですよね。マーブルッドっていうのはクスノキのコブ木となっていまして、このマーブルッドもねすごい好きなんですよね。マーブルッドってこんな感じのちょっとねゴールドっぽい感じの色味に経年変化していくっていうところが結構面白くて、で比較的マーブルッドって柔らかめな木なんですよね。なのでちょっと爪で引っかいたりするとそれだけでねへこみができちゃうぐらい、柔らかめな木なんですけれども、さっきのケヤキみたいになんか触った時にちょっとしっとりした感じがあって、で経年変化も楽しめるっていうことで、すごい僕もマーブルッド好きな木なんですけれども、今回購入したこちらのマーブルッドがですね、冷たい感じっていうんですかね、シルバーっぽい感じの色味になっていまして、一目惚れで買ってしまいました。経年変化してねこんな感じのちょっと黄金色になっていくっていうのも楽しみなそんなペンかなと思います。お値段が税込み 14,300 円でした。はい、続いてがこちら、ペンシル節のリングギジーの最近新たに登場した真鍮金具でございます。ここのクリップのところだけ金メッキの処理がされていて、それ以外のこのノックのところとか、あとこの転換のこのクリップの内側の金属のところ、あとはこの口金のパーツは真鍮そのものの色なので、ちょっとね触ったら指が金属臭くなってしまいますね。5円玉みたいな感じです。なので最初はすごいねピカピカなんですけれども、使い込むとこの真鍮がくすんでちょっと酸化してしまうので、このピカピカをずっと保ちたいっていう方はねちょっと手間がかかる素材ではあるんですけれども、この使い込んだ感じもねまた味なのかなと思って今回買ってみました。やっぱり木とゴールドってすごくね相性がいいですよね。でその中でも特に個人的に相性がいいなと思ったのがこちらのリングギジーという、僕これ初めてね手にする木なんですけれども、こちらはオーストラリアのマメ科アカシア属の木となっております。昔紹介したこちらハワイアンコアと同種の木となっているそうで、こっちはハワイで採れる木なんですが、それのオーストラリア版っていうのがこちらのリングギジーだと思っていただければ大丈夫かなと思います。でこのリングギジーの中でもこの横方向にこのしましまの模様が入ってるのがわかると思うんですが、これ縮み木と言いまして、こんな感じで見る角度によってこの立体感がすごいあるので、このしましまがねちょっと動くんですよね。結構縮み木といえばこんな感じのハワイアンコアとか、あとはカエデとか結構明るめな色が多いんですけれども、これだけ、落ち着いた色の縮み木ってあんまり見ないので、そこら辺もねすごいいいなと思って購入してみました。触ってみた感触としては結構硬めな木ですね。さっきのケヤキとかマーブルウッドと比べると硬くて、すごいしっかりとした木だなっていう風には感じますね。それにしてもゴールド金具めちゃくちゃ合いますね。個人的にはこの口金のところをね、真鍮の無垢じゃなくてちょっとね金メッキとか施してもらって経年変化をねしないような感じにしてもらった方が普段使いしやすいかなと思ったんですけれども、これもねちょっとしばらく使ってみてですかね。はい、まだまだあるんですけれども、次に紹介するこちらが、今回購入したこのコンプロットっていうペンケースの次に高い工房節でございまして、先に価格をお伝えすると税込み 71,500 円となっております。僕がこれまで購入してきた工房節のペンの中で一番高いですね。これまでね持ってた中で一番高いのがこちらのシアメースローズウッドって言って、これが 55,000 円だったんですよね。それでもねめちゃくちゃ高いですよ。だって同じ機能が搭載されているこのケヤキのシャーペン、これが 11,000 円なので、ただね木が違うっていうだけで 44,000 円も変わってきて意味がわかんないんですけども、さらに高い 71,500 円の、とてつもなくレアな、木材を今回手に入れることができたので、そちらを自慢していこうと思います。はい、それがですねこちらでございます。はい、ブラックウッドのコブ木でございます。いやこれはね本当にテンションが上がりましたね。これは本当に買えてよかった。最近新たに登場したガンメタル金具を使った
ったブラックウッドのコブ木でございます。ブラックウッドってアフリカで採れる木で、ただでさえねブラックウッドっていう木は珍しくて、僕が持ってるこちらラミ2000のブラックウッドのボールペンっていうのがあって結構気に入って使ってきました。名前の通り、真っ黒な木ですよね。すごい硬くてすごく重たいので、そういった重厚感を楽しむっていうね木となっております。ただブラックウッドにもごく稀に、本当に極めて稀にコブ木っていうのができるそうで、そのブラックウッドのコブ木から誕生したのがこちらでございます。ブラックウッドといえばやっぱりこっち側の面ですよね。すごい細かいコブ木がねできているので、そういったところが本当に美しいなと思いますし、でそのコブ木のね外側には白田という部分がありまして、でこの白田の部分が若干ね、見えるというのがすごい面白いですよね。本当にもうあらゆる木の中でも超激レア、もう SSS がつくぐらいレアな木なんじゃないかなと思っていまして、そんなブラックウッドのコブ木の中でもこの白田の部分がねこんな感じで真ん中でパックリザッていってるっていうのがやっぱりなかなかないんですよね。今回買ったのはね、この反対側は黒で正面が白っていうね、この組み合わせ、いやこれがね本当にかっこいいなと思ったんですよね。僕は去年エジプトにプライベートで旅行に行ったんですけれども、もうなんかねこれエジプトっぽいものを感じるんですよね。このベージュの白田の部分がちょっと砂漠っぽい感じがしますよね。でこの黒いところからこの白田がねこうやって縦方向にパカッと見える感じが、なんかね川みたいな模様になっていますよね。なんかナイル川みたいだなっていう風に最初見た時に思いまして、美しいですね。あとはこのガンメタ金具がすごく合いますね。最初まだ買ったばっかりなのでツヤも全然出てないんですけれども、どんどんね使い込んでいってもっと光沢感を出していきたいなと思いますね。でこのクリップの位置は実はこんな感じで簡単にね、変えることができるので、右半分を白田にしてっていうこともできますし、正面を全部ブラックウッドにしてで裏側をね白田にするっていうこともできるので、そういうところもすごい面白いですよね。いやーめちゃくちゃかっこいい。今回、個展で買った 0.5mm ペンシルセットは全部開封しました。でちょっと、違うペンシルを、買ったのでそれを、開封していきます。こちらは 2mm 芯ホルダー接ドロップ式のカリンコブ木でございます。ちょっとねこれは初めて購入するドロップ式の芯ホルダーですね。一般的な鉛筆って 2mm の芯なんですけれども、それをペンシル型にしたモデルとなっていまして、こんな感じで1回ノックをするとドバッと 2mm の芯がですね繰り出されるという形になっております。結構昔からこのドロップ式の芯ホルダーは公募説ラインナップしていまして、やっぱり1本は持っておきたいなと思って今回購入しました。公募説の芯ホルダー説はドバッと出ないノック式とこのドバッと出るドロップ式の2種類がありまして、ノック式の芯ホルダー説に関してはさっきご紹介した 0.5mm のペンシル説と同じデザインとなっているので、さらに分解するとこれ内部機構もね全部取り外すことができるので、 0.3mm から 2mm までメカさえ変えれば好きな神経使うことができます。こちらのドロップ式に関しては他のモデルと互換性がないので、そこは注意が必要かなと思います。それもあってか公募説の中では別に一般的なラインナップではなくて、ちょっとマニアックなモデルではあるんですけれども、これはこれでデザインめちゃくちゃかっこいいなと思います。 10mm の直線的なボディなんですけれども、それがストンといってまして、でこの真ん中のところにシルバーのリングがありまして、全体的なデザインをちょっとね引き締めているような感じがしますよね。曲線的なノック式のシャーペンと直線的なドロップ式の芯ホルダー、この違いもねなんかすごい面白いですよね。こうやって比べるとねドロップ式の芯ホルダー全長がめちゃくちゃ長いですね。これだけ全長が長いのでちょっと鉛筆っぽい感じというか、なんかすごい一つ一つを書くときになんかいい意味で走りすぎない感じ、細かいものを書くときにしっかりと書きたいものを正確に書けるような感じがするので、より製図用っぽい感じのモデルになってるかなと思いますね。結構クラシカルな感じのデザインがすごいかっこいいなと思ったので今回買ってみました。はい、こちらは、個展で買った最後のペンでございます。それが何かと言いますと、はい、こちらですね。工房節の多機能ペン、グラッソのカリン紅白でございます。いやどんだけ僕カリン好きやねんっていうことなんですけれども、これも本当に一目惚れでトレーに入れてしまいました。
はい、こちらグラッソですね。グラッソっていうのはイタリア語でおデブちゃんっていう意味がありまして、その名の通りね、めちゃくちゃ太い、ペンなので、そういう名前が付けられております。こちら税込み22,000円ですね。僕自身このグラッソはもともとアフゼリアライっていう木で持っていまして、これもねすごい面白い木目なんですけれども、あまりにもねちょっと魅力的な木目と出会ってしまったので、今回2本目のグラッソとなります。僕はこのカリン紅白のねこの赤と白のコントラストがすごく好きで、ついついね買ってしまうんですけれども、そんなカリン紅白の中でも特にね、このカリン紅白は心惹かれた木目なんですよね。これも真ん中のところでね白い部分が流れ込んでる感じがありますよね。でよく見てみるとこの白いところの中にこの赤いのがポツポツと入ってるんですよね。このね木目がもうなんともグロテスクで美しくて生命力があり、存在感があり、迫力があり、遠くから見ても特別なオーラを放っていたといいますか、いやこれはもう買って帰らなきゃいけないと、そんな風に思ってしまった木目ですね。正直これ人によっては嫌だなって思う人もいると思います。ちょっとこの木目グロテスクすぎないかと。僕はなんかこういう木目がすごい好きで、本当に好みって人それぞれなんだろうなっていう風に思いますね。こちらは、0.5mm のシャーペンと、黒と赤の、ボールペンの3機能の多機能ペンとなっています。どうしても多機能ペンって3つの機能をね、この中に入れて、でさらに木軸のペンなので、その分耐久性を持たせるために木に厚みを持たせないといけないので、すごい太いデザインなんですよね。このペンシル節でもかなり太めなんですが、それよりもさらに太いということで、最初やっぱりこの握った時ねめちゃくちゃ太いので、ちょっと慣れる必要はあるかなと思います。あとはこういう、ダクトのペンケースの、ペンホルダーなんかにはちょっと太すぎてねこれ入らないので注意が必要かなと思いますね。本当にこの木目が好きすぎてもうずっと見てしまいたくなるっていうぐらい、今回買った中で一番木目が好きかもしれないですね。はい、ということで、大変お待たせしました。僕が新宿の個展で購入した、最後の商品がこちらコンプロットですね。コンプロットって工房節が作ってる、木のペンケースなんですけれども、正直ね結構値段がするので、なんか買いたいなと思ってもなかなか、気楽に買えるものではなかったんですが、すごくねいい木目に出会ってしまったので今回購入をしました。開けていこうと思います。樹種は僕が大好きカリン紅白でございます。どうですかね。不織布に、丁寧に包まれていまして、もうこの段階から木の匂いがすごく、します。そんだけたくさん木が使われているペンケースなんですけれども、はい、こちらでございます。めちゃくちゃかっこよくないですか？すっごい。はい、こちらが工房節のコンプロットクワトロミニでございます。コンプロットって本当にたくさんの種類がありまして、1本用のものから10本用のものまであるんですが、今回ねちょっとサイズ感とかも考えて4本用の、しかもねミニサイズがすごい僕にとってはちょうどいいサイズだなと思ったので、この度4本用のクワトロミニを購入しました。ダクトペンケースと比べるとこんな感じで、これもね結構コンパクトな革のペンケースなんですが、コンプロットもかなりねコンパクトな、収まりのいいサイズ感ですよね。木でできたこういったペンケースって、ただでさえ珍しいんですけれども、この工房節のコンプロットは本当にこういった木製ペンケースの中でも頂点に屈するんじゃないかっていうぐらいの作り込みと美しさを誇ってるんじゃないかなと思います。まず何がですねすごいかと言いますと、一つの木の塊からくり抜いて形を作るくり物という技法で作っているんですよね。やっぱりこれだけ大きい塊っていうのもなかなかないので、木のパーツをなんか組み合わせて使うみたいな、そういった作り方になりがちなんですけれども、やっぱりこの美しい塊を、つなぎ目なく表現したいという、やっぱりね工房節の永田さんのすごいこだわりを感じますよね。であって、しかもこういったすごい美しい木目をこのサイズで、ドカンと楽しむことができるっていうのは本当に贅沢ですよね。だってこのペンのサイズでこうやって楽しむだけでもすごい贅沢だなって思うんですが、もう
それのね10倍ぐらいの体積をこのコンプロットには使ってるっていうことで、いやもう本当にこれはすごいですね。木の香りがね箱を開けた瞬間にもう漂ってくるので、やっぱりこの存在感が本当に半端ないなと思います。でこの真ん中のところには貝を使った象眼の装飾がされております。で今回カリン紅白を購入したんですが、この端っこのところにね本当に少しだけ白田の部分が見えるんですよね。なのでこの斜めから見た時の角度がもうめちゃくちゃかっこいいなと思いまして、もうこれにしました。中身を見ていきますと、しっかりここ開けやすいようにこんな感じでくぼみが2箇所に設けられていて、でこんな感じで開けていくと、はい、中身このようになっております。こちらのコンプロットっていうね名前なんですけれども、イタリア語で秘密計画とか陰謀を意味します。中に収める万年筆は所有者にとって自分だけの秘密のものっていう、そういう意味からコンプロットっていう名前が付けられてて、ユーモアがありますよね。この内装の色はターコイズブルーとネイビーを組み合わせたような、これもねすごい木に合ってる、上品な色となっていて、革のカバンとかペンケースを作ってるすごい有名なルボナーという工房の松本氏がこの内装の監修をしているそうで、この外側の木の完成度だけじゃなくてこの内装の完成度もめちゃくちゃ高いっていうところがこのコンプロットの特徴かなと思います。でこのヒンジの金具も真鍮だと思うんですけれども、ガタつきが全然ないんですよね。作り込みの良さを感じます。でここにちょっとマグネットが実は埋め込まれていまして、閉じるとこんな感じでパカンと音がするっていうところが、すごいねクリック感があって気持ちいいですね。なるべく音を立てないように閉めたいんですけれども、でもやっぱりマグネットが結構強いので部屋中に響き渡る音が聞こえます。一応このコンプロットは、工房説公式では万年筆ケースという風に呼ばれていまして、ここに入れるのは万年筆を想定しております。なんですけれども、僕結構万年筆を使うっていうよりかは、シャーペンとかボールペンとか多機能ペン使うことが多いので、万年筆以外のペンもね、普通に収納して使っていきたいなっていう風には考えています。はい、さっき購入した、めちゃくちゃ太いグラッソなんですが、グラッソもこんな感じで、ギリギリ入れることができますね。でそこからブラックウッドのコブ木入れてみても全然余裕で入りますし、ドロップ式の芯ホルダー説はさすがに長すぎて入らなかったですね。リングギジーのペンシル説、欅のペンシル説、この4本入れてみたんですけれども、いかがでしょうか。いやーいいですね。めちゃくちゃかっこいい。やっぱこの内装のところにもこのしっかりとねコンプロットの花輪が見えるので、この見た目はもう圧巻ですね。でこっち側にはなんか名刺とか、あとちょっとしたメモとかを挟んでおくみたいな用途で使うことができるので、ちょっとね取引先と名刺交換するときとかはここに入れたりとか、そういうことができるって感じですね。いやなんか内装の作りとしてはすごいシンプルで、消しゴムとかねこうやって入れて挟もうとしても多分挟めないんじゃないかな。消しゴムも本当に入れれないぐらいの、本当に万年筆を入れるためのケースなので、自分もやっぱり大学を卒業して、自分で会社経営するようになって、あんまり正直消しゴムって使わなくなっちゃったんですよね。シャーペンで間違えて書いてもちょっと横線でピピってやって、適当に書けばいいので、なのでペンと紙さえあれば正直自分の場合は良くなってるので、大人になってしまった、自分からしたらすごく、ちょうどいいペンケースなんじゃないかなって思いますね。これだけやっぱり太いペンを入れてもしっかりと、収まりますし、やっぱりね筆記具好きのことをしっかり分かってるなっていうのがここのペンの仕切りですね。やっぱり完全にこうやって仕切られているので、隣のペン同士当たって傷がつかないっていうところもしっかりと考えられていますし、このベルトもね革でできているので、長く使ってもね耐久性はバッチリかなと思います。ただ新品の状態だとここの革まだ硬いので、こうやってね閉じた時になんか皮だけなんか出っ張っちゃいそうなぐらいなので、ちょっと最初はねここを押さえながら締めてあげるのが必要かなとは思います。いやでもやっぱりね本当に美しいです。実用性とかを特化したペンケースっていうよりかは究極の大人のペンケースなんだなっていう、こちらお値段が、税込み14万3000円でございます。で今回個展で購入した、合計金額なんですけれども、税込み30万3600円でございます。本当にもうこのコンプロットとかもそうですし、一生もののものに出会えたなっていうふうに思うので、大切にねこれから使っていきたいなと思います。では最後に個展で購入する前に買っていた3本を開封していこうと思います。じゃあまずはこちらから見ていきましょうか。
ちらはですね、またカリンコブ木なんですけれども、こちらはジェットストリーム 4&1 の多機能ペンのグリップにつける、カスタムグリップですね。こちらを購入しました。こちらの、グリップのところをこうやって取り外して、でこれを着せ替えて、使うだけという、すごいシンプルなカスタムパーツなんですけれども、いかがでしょうか。めちゃくちゃかっこよくなりますよね。ジェットストリーム 4&1 のこのラバーグリップって長く時間が経つと加水分解してラバーがネチョネチョになっちゃうんですよね。なんですけれども、こういう木に着せ替えてあげることで、木っていうのは劣化しないんですよね。どんだけ長く使ってもやっぱりそれが劣化じゃなくて味になっていきます。どこにでも売ってる実用的な多機能ペンを思わず使いたくさせてくれる、そんなグリップかなと思います。このグリップに関してはそんな高くない金額でね、販売されているので、これ結構おすすめです。はい、続いてがこちらは工房節とエボヤがコラボしたモデルとなっております。これがねまた美しくて感動してしまって買ってしまいました。エボナイトっていうのは天然ゴムと硫黄を混ぜて加熱することでできるものすごく硬くて耐久性の高い素材なんですよね。でこちらのエボナイトに関しては日本で唯一のエボナイト工場である日光エボナイト製作所が作るちょっとアートチックな色彩のエボナイトとなっていまして、ちょっとよく見るとこのオレンジと黒とブルー、この3色がなんか木目みたいな感じになっているんですよね。パッと見ね木軸ペンに見えるんですけれども、この木目みたいな模様は人工的に作り出している模様ということで、そういうところもねすごい面白いですよね。なんかすごい近くで見るとなんていうんですかね、ちょっとドットみたいな感じがちょっとデジタルチックにも見えますよね。エボナイトはすごい硬いんですけれども、やっぱりこうやって手に持つとすごいなんていうんですかね、しっとりとした感じ、表面すごいツルツルしてるんですけれども、握ってみるとすごいグリップ力があって全然滑らない感じがするので、実用性も結構高いんじゃないかなというふうに思います。工房節いろいろコレクションしててもなんかこれは面白いなと思ったのでついつい買ってしまったペンですね。はい、で最後になりました。はい、最後なんですがこちらですね、工房節の M ペンのカリン紅白でございます。M ペンっていうペンが工房節にはありまして、ペンシル節ほど、有名ではないんですけれども、ちょっと僕これまで持ってなかった種類のペンだったので、ちょっと買ってみたいなと思って買ってみました。これはねカリン紅白が使われた M ペンとなってて、これもねちょっとグロテスクな感じがまたいいですよね。ちょっとくっきりとこの白い部分と赤い部分がすごいくっきりと分かれているので、そこもすごい面白いなと思います。でこの M ペンの特徴なんですけれども、こんな感じでねマグネットになってるんですよね。ここをカチッという風に、キャップを閉めることができるので、すごいなんか実用的、なんか本当に気楽に使って気楽にしまうみたいな、そういうことができるのが、この M ペンの特徴かなと思います。結構このクリック感もすごい気持ちいいので、なんか任天堂スイッチ2みたいな感じのこのクリック感がねまたいいですよね。こうやって出して、で後ろ側にこうやってキャップ、これもマグネットでくっつけることができるので、これまた気持ちいいですね。でこちら一応水性のボールペンとなっていて、ローラーボールペンですね。なのですごい滑らかに書くことができますし、油性のボールペンよりもやっぱりかすれにくくて弱い筆圧で書けるので、なんかスイスイとなんかちょっとメモ書きとか思いついたアイデアを本当に思いのまま書くみたいなことはすごい向いてるペンなんじゃないかなと思います。キャップをこうやって後ろにつけた状態でもやっぱりねこのクリップ指に当たりにくいようになってるので、結構後ろの方で握ってもね快適に書けるかなっていうふうに思いますね。 M ペンは今回初めて買ったんですが、やっぱり金具の作りもねやっぱり結構しっかりしてるのでカチャって感じがすごい気持ちよくて癖になりますね。はい、ということで今回ですね合計で11個も工房節の文房具を、購入したのでそれらを開封してきました。ちょっと M ペンこれ使ってて思ったのが、この他のペンのねクリップとちょっと磁石で当たってしまうので、ちょっとそこはね気をつけた方がいいかなと思います。合計で35万円ぐらいですかね、いってしまったんですけれども、今回ねこの100万人突破記念で購入する、100万円の文房具の、良いスタートダッシュを切れたんじゃないかなと思います。100万円をオーバーしてしまいそうな感じがして、すごくねこれから怖いんですけれども、いろいろまだまだ100万人記念で
いろいろと買っているので、それらの開封動画、引き続き楽しみにしていてください。それではご視聴いただきありがとうございました。